こんにちは、タミーです。皆さんモンブランというお菓子を食べたことはありますか？実はアルプス山脈の最高峰でフランスとイタリアの国境付近にあるモンブラン山が名前の由来になっています。フランスとイタリアでモンブラン、イタリアではモンテ・ビアンコという国のケーキがそれぞれ発展しており、山の見え方の違いからフランスでは茶色いクリームをまとった丸みを帯びた形、イタリアでは栗のペーストを生クリームで覆った尖った形というのが多いようです。日本でよく見るのはフランスのモンブランですね。ちなみにクリームが黄色く栗の甘露煮が使われているものは日本でアレンジされて普及したものだそうです。さて、今回は東京でモンブランを食べられるお店を6つ紹介していこうと思います。まずは渋谷ヒカリエにある生搾りモンブラン専門店サブリナというパスタ&クラムチャウダーのお店と併設されています。ここで食べられる生搾りモンブランは外はイタリア産の栗と日本産の栗をブレンドした特製のマロンクリーム、中はメレンゲ、アイスクリーム、ホイップクリームで構成されています。甘すぎず栗の香りが豊かで後味もしつこくないです。ちょっとお値段はしますが食後のデザートとしておすすめです。2軒目は千駄木にある和栗屋谷中店。日暮里駅からも徒歩で行けます。自社農園などから厳選した和栗の実を使用した和洋の栗菓子、栗アイスなどのあらゆる栗商品を扱っている専門店。そしてこちらのモンブランはテイクアウトができず注文を受けてから絞る作りたての風味にこだわっているようです。今回はモンブランパフェ洋のほうじ茶セットと追いモンブランエアを注文。栗の寒天、完熟バナナ、甘露煮、和栗ソフトクリーム、メレンゲの上にモンブランを絞り生クリームをかけたパフェ。今まで食べたモンブランの中でも特に栗の香りと味が強く栗好きにはたまらない一品。追いモンブランは好きなタイミングでモンブランを絞り直して生クリームをかけてくれるもの。300円でこの至福の時間を追加できるならありだと思います。とにかくモンブラン好きには一度味わってみてほしいです。こちらは池尻大橋にあるラトリエ元城。日本では希少なイタリアンモンブランモンテビアンコやパンナコッタ、ティラミス等を扱っているドルチェのお店です。テイクアウト販売のみでイートインはできないので注意。いつも見かけるモンブランとは全然見た目が異なりますね。半分に割ってみると山の部分は生クリームだけで栗が使われているのは土台だけのようでした。土台部分は栗が香ばしくてサクサクの生地で生クリームと合わせて食べると甘さ控えめで美味しかったです。変わり種モンブランを食べてみたい方にはおすすめです。次のお店は自由が丘にあるモンブラン。モンブランを日本で初めて紹介したスイーツのお店。こちらのお店では栗の甘露煮を使用して作られる黄色いクリームの日本スタイルモンブランをいただくことができます。土台はケーキになっており、中に栗の甘露煮が1つ入っています。その上に生クリーム、愛媛産の栗を使った黄色いクリーム、そしててっぺんには焼きメレンゲが乗っています。サイズは結構大きめ。マロンクリームはかなり甘めで、土台のケーキと一緒に食べるとちょうどいい感じ。ケーキを倒さずに食べるのが難しい。茶色いモンブランとはまた一味違う日本スタイルモンブラン。食べてみたい人はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。5軒目はパンさん亀戸店。自家製生パスタや石窯焼きピッツァなど本格的なイタリアンをカジュアルに楽しめるお店です。デザートにイタリアンジェラートの生搾りモンブランを注文。クッキーの上に乗ったイタリアンジェラートに目の前でマロンペーストを絞ってかけて仕上げを見せてくれます。濃厚なマロンペーストがたっぷりとかかっていますが、中身はジェラートなので重くなく
あっさりと食べることができます。美味しい食事を高い満足感で締めてくれる一皿です。パンさんはチェーン店ですが、比較的リーズナブルで美味しいイタリア料理をいただくことができるので、ぜひ行ってみてほしいです。最後は、ホテルニューオータニ東京内にあるパティスリーさつき。オリジナルケーキや焼きたてパンを100種類以上取り扱っている洋菓子店です。持ち帰りのほか、お隣のカフェで食べることもできます。こちらでいただける新モンブランは、栗と生クリームを複数の日本産栗で作ったマロンペーストで包んであり、土台の素材にも栗を使用しているこだわりのある期間限定の一品。丸くて可愛い見た目ですが、マロンペーストがたっぷりと詰まっており、かなり甘くて重たいモンブランでした。アフタヌーンティーとかでちょっと食べ応えのあるものを食べたい方におすすめ。以上、東京でモンブランを食べられるお店6選でした。東京のモンブラン、いかがでしたでしょうか？お店によって見た目や味が異なり、いろんな楽しみ方ができるモンブラン。気になったものがあったら、ぜひ食べに行ってみてほしいです。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。